いい時間が流れてるよ。おはようございます。今からパンダを見に行きます。今日の天気も本当に曇り。毎回この色なんだよね。ずっと白い。ハーベスティー花だよ。今回は生徒暴力パート2。ぜひパート1も一緒に見てみてね。私は生徒に2週間留学してたんだけど、生徒で一番したかったことがパンダを見ることだったの。もう生徒といえばパンダで、数年前に私は上野動物園でもう大勢のすっごい人混みの中ですごく小さいパンダを見ただけだったから、絶対また見たいなと思ってたんだよね。この日は生徒ジャイアントパンダ繁殖研究基地っていうところに行ったよ。名前の通りもうパンダしかいません。ここはもう想像の500倍ぐらい大きかったし広かったから、覚悟して行った方がいい。もうまず到着する前にこの長い道を通るんだけど、この時点でいろんなグッズが売ってて、みんながはいこれ買って買ってみたいな感じで、この道を絶対に通らないと中に入れないっていうのがあります。入るのにパスポートを見せないといけない。めっちゃ人いるんだけど外国人いなくて、全員中国の方です。わあ、見て、もう早速ジャイアントパンダが竹を食べてるところが見れたの。朝8時から9時ぐらいに入園するとパンダが竹を食べてるところが見れるらしいから、私たちはね朝行った。お昼頃になるとお腹いっぱいで寝ちゃうんだって。しかも人も多くなるみたいだから朝行くのがおすすめ。初めてこんなに近くでパンダを見れてもう感動だった。私動物園とかにあんまり行かないから、そもそもこういう機会が全然なくて、それも含めてすごい楽しかった。キャラクター化されたパンダに慣れすぎてて実物よく分かってなかったんだけど、近くで見たら意外とクマなんだよね。もうずーっと葉っぱを食べてて、調べてみたら1日に20キロぐらいずっと食べてるらしい。この施設はパンダの他にレッサーパンダもたくさんいた。私はレッサーパンダを見たことがなくて初めて見てみたんだけど、想像以上に可愛かった。見て、もう可愛すぎる。今までのパンダがいろんなところにいる。特に和歌山県。もう歩いて散歩ぐらいでパンダがいます。多分そこら辺にもいる。信じられないぐらい歩いて15匹ぐらいのパンダを見て、今ここに到着しました。ここがどこか分かりませんけど、どうなの？ですか、ここ。今ここのご飯屋さんで食べるんだけどね、美味しそう。この中のどれかを食べます。Yeah, just for her. パンダを見た後はお家に帰って少し休んで、また別の場所に行くことにした。タクシーがずっと使えるからもう行き放題なの。いろんな場所に行けるの。ここは生徒の観光地で一番有名な有林エリアの近くにあるちょっと静かな場所。この辺りはすごく静かで生活感もあるのに、おしゃれなお店とかカフェとかが多くて街歩きにすごく良さそうだった。子供たちが卓球を外でしてて、すごいいい雰囲気が流れてる。でここさ、若者の街って聞いたんだけど、若者ゼロちょっと待って、どういうこと？上海とかと全然違って結構ゆっくり時間が流れてるような街だから、若者がねあんまりいないんだよね。なんでだろう、ここだけかな。見て、緑がすごく多いの。しかも道も広くて住宅街もたくさんあって、歩いてるだけ楽しい街だった。すごい、もうねこう歩いてるだけでスパイシーな香りがすごいしてて、火鍋、昨日の火鍋の匂いがする街中でしかもなんかね鳥の音がすごい聞こえて、
CD で鳥の音を鳴らしてるんじゃないかってレベルですごい鳥の音が聞こえて、なんか癒されてます。でもイヤホンしてんだけどね、イヤホン越しでも聞こえる。ここをまっすぐ歩いたら駅に着くらしいので駅に向かいます。なんかもうね、ここ歩いてってもずっとご飯屋さん、ここもご飯屋さんですよね。これもご飯屋さん。やっぱ日本と違ってストリートフードが中国にもたくさんあるから、こういう感じで外で食べてる人もすごい多いイメージ。スパイシーな匂いが、お腹空いてきた。こんにちは、レストランに着きました。私の友達2人。Is this okay? bestie. Maggie? She's Maggie and she can speak Korean so well. 안녕하세요, 여러분. So we have to choose to make, we have to. 잘最近はもうずっと中国の辛い料理ばっかり食べてたから、洋風のご飯が食べたくてすごい嬉しかった。It looks so good. Nature. It's so good. 一人でご飯食べに行くのも大好きだし全然平気なんだけど、友達とご飯に食べに行くと写真を一緒に撮り合えたり、大量のご飯をねいっぱい食べれたりするじゃん。だからもうどっちもいいなって思うんだよね。알았어. Potato, you mean? gnocchi. Yes, potato pasta, right? gnocchi. 오, 가와ii. Okay, let's eat. なんか久々におしゃれな場所でおしゃれなご飯食べてすごい気分上がった。もうねずーっとガールズトークをしてたんだけど、ここでもうお互いがねテイラー好きってことに気づいたの。マジで推しありがとうって本当に思いました。いろんな場面で推しが同じってことで仲良くなる機会が増えて、推し作るとなんかこういう関係広がるかもしれない。最後の方も貸し切り状態でお店の人ももうなんか好きに使っていいよみたいな感じで、家ぐらいリラックスしてた。もう今からお菓子を食べます。道でなんか料理を作ってたおじさんのトラック、なんか車のところでカメラ置いていいみたいな聞いたら、全然いいよみたいな感じでカメラ置かせてもらって外でお菓子食べてた。このココナッツのセクシーなお姉さんをいろんなところで見たのね。でもこれはすごい人気なやつらしくて、私も日本の中国料理屋さんで見たことがあって買いました。美味しかった。美味しそう。めっちゃ美味しそう。バイ。お家に帰ってきました。もうすっごい楽しかった。やばい。あそこのパンダのところがすごくて、多分この街で一番有名な場所に行ったんだけど、もうすっごい人がいて、今日平日だよ。今日木曜日なのにもう全然木曜の感じがしない。ディズニーランドぐらい混んでて、もう3歩歩いたらパンダがいるみたいな感じだったの。で私は上野動物園みたいなことを想像してたから、もうお目当てのパンダが 2,3 匹いて、それにめがけていくみたいな、もうちょっと狭い感じを想像してたんだけど、もうなんか全部見たら 3,4 時間かかった。ちゃんと気合を入れていった方がいいです。園内にバスが走ってて、それを使うこともできるらしいんだけど、私たちは歩きながら見てました。でもすごい楽しかったですし、とにかくパンダを見る機会が全くなかったから、和歌山県で生まれたパンダが 2,3 匹いて、日本で生まれたって書いてあって、それもびっくりした。一日に何匹のパンダ見たって感じで、こんな機会なさすぎて、これはもう本当にここに来た意味だなって思った。ご飯もめっちゃ美味しかった。なんかずっとさ中国料理ばっかり食べてたから、ちょっと新しい料理食べたいなと思って食べてみたんだけど、ニョッキがすごい美味しくて、もうなんか最後の方とかうちらしかいなくて 3,4 時間話すみたいな感じで街をね見ようと思ったんですけど、そんな時間なかったです。今からちょっとカフェ行こうかなと思ってタクシーで来たんだけど、やっぱりもうどこの道ももう広い。見て、ショッピングセンターなので何があるかチェックしに行きます。成都にあるこのレストランはすごく素敵だった。雰囲気が良くてゆったりできる感じ。作業してる方も多かった。落ち着きたい時にこのレストランを探せばもう家に帰ったような気分になれる。
グッドウッドというカフェ、このカフェがいろんなところにあるみたいで、ショッピングモールの中にあって、入り口を見た時になんか席が見えなくて、すごい行くのが怖かったので、だから大丈夫かなと思ったんだけど、入ってみたら奥にすごい席がたくさんあって、こういうなんかソファーとかこういうソファーとか、この奥にもねすごいたくさん席があって、天井もすごい広くて、で見て窓がでかいので、カフェラテを頼んだ。中国のカフェとか基本的に日本よりは全然安いんだけど、ここの店はそんなに安いわけじゃなかった。結構日本と同じくらいの感じ。ご飯もたくさんあって、カフェっていうよりはレストランっていう感じだった。言ってんのかなこれ。溢れそう。いただきます。おいしい。朝が始まった感じがする。私も乗りたい。これ乗りたい。すごい。料理きたー。美味しそう。見て。なんかこのひよこ豆のスープとケールとソーセージと卵とパン。一旦ケール食べてみよう。正直ケールを日本で食べたことがあんまないんだけど、美味しいの。今授業が終わって、さっき買ってきたものがいろいろあるので紹介いたします。ここの店が本当に良かった。これ多分いろんなところにあると思うんだけど、ここはドラッグストアで私の欲しいやつは大体ここにあったので、すごい良かったの。ここで買ったもの、1つ目クレンジングのペーパー。疲れててさ、とにかくもうバッと拭きたいみたいな時あるじゃん。これのために買っておきました。しかもムーミンなの。可愛すぎる。ネイルがすごい可愛い。やっぱり日本のバッグは絶対肌に合うのは分かってるので、こちらを買わせていただきました。でも全然日本で買うより高いからさ、なんで持ってこなかったんだろうってすごく後悔してるんだけど、このルルルのこのモイストタイプ、私すごい好きだから買っておいた。コットン。これも多分日本だよね。これこちらです。このクレンジングすごい有名で、私も使ってたことあって、これピッて取れちゃうじゃない。だからこれとこれで2つで使おうかなみたいな。もうね、楽なやつがすごい好き。ロクシタンのハンドクリーム、これ可愛すぎる。これロクシタンは別に買う予定は一切なかったんだけど、ちょっとこの見た目が可愛すぎて買わなきゃと思って、なんか勢いで買っちゃった。リステリン、これも必要だよね。辛いものとか味の濃いもの食べると口に残るじゃん。それがすごい嫌でガムとか噛んでんだけど、それでもまだ残ってる場合があるので、これで全て洗い流す。嬉しい。なんか布製の感じ。このお店ワンモーメントっていう多分中国のアパレルショップかな。そこに行って、見て可愛くない？ポーチ。これは一目惚れです。すごい良くない？広いしもちもちしてるし、ここにねお花ついてるの可愛くて買いました。これもう一個キャミソールみたいな感じ。こういうの4時から会社の打ち合わせみたいなやつが入っちゃってやらないといけないから、ちょっと疲れすぎたので寝ます。一旦休憩して、打ち合わせして終わったらどっか外に行くかもしれない。 OK、 じゃあ一旦バイバイ。先ほど面接やったんですけど終わりました。これがめっちゃ美味しい。これ無印のやつなんだけど、これやばい。これ後で無印やったら絶対買おう。おはようございます。留学1週間が経過して、もういろいろと慣れてしまって Vlog の素材がねちょっと少ないっていう。でも今日はすごく充実した日だから絶対見てほしい今外からなんかすごい音が聞こえてて、なんかこういう飾り付けとかもあって、どこからともなく音がずっとしてる。今日はおしゃれなショッピングモールがあるらしいから、そこに行って、作業しつついろいろしようかなっていう感じ。昨日はねもう全然すごい疲れててよくわかんない一日だった。昨日の記憶あんまりないです。朝起きてからデリバリーを頼んで、こういったものなどを頼んで食べてたんですね。これはコッティコーヒーっていうコーヒーショップのコーヒーとパンを買って、でこのパンがすごい美味しいっていう、なんかミルクパンみたいな感じ、ちょっとひたひたのパン。美味しい。揚げパンと
お餅がミックスされたやつみたいな感じで、ちょっと黒ごまの味がするのね。毎日毎日遊んで外に出てアクティブに行動するみたいなタイプじゃないから私。だからもう旅行に行くと毎回ね、中盤で疲れが来るっていうことが発生するんですけど、今土曜日で中盤ですね。疲れが来てます。午前中この朝ごはんを撮るの動画回そうかなと思ったけど、もう疲れちゃって動画回す気になれなくて動画回してなかった。なんとかレギュラーっていうショッピングモールのなんか総合施設の場所みたいな感じで、ちょっとヨーロッパっぽい感じなんだって。だからそれがすごいおしゃれだなと思って。生徒の観光情報が日本語でなさすぎて困ってます。なんか日本人誰も行ってないんじゃないかっていうぐらい、特になんかパンダ好きな方とか四川料理辛いの大好きみたいなサラリーマンのおじさまとか、そういう人たちのコンテンツを見つけるんだけど、もうなんか20代ヴィンテージ大好き、おしゃれ大好きみたいな、ちょっとそういう系のトレンド系の女の子が言ってる動画とかが日本になくて、コンテンツがなくて、もうずっとレッドっていう中国のインスタみたいなアプリで翻訳し続けながら探してる。私が行きたいモールの近くに公園があったから、ちょっと公園歩こうかなって思ったんだけど、あそこにイトーヨーカドーですか、これは。イトーヨーカドーって書いてある。あ、読めるわ。謎のキャラクターがいたり、ビルがあったり、全体的にビルに囲まれてるのに、こっちには自然が広がってて、池とか湖的なやつがあるらしいから、ちょっと行こうかなって感じ。ここの公園すごく広かった。周りにビルがあって、その中が緑がたくさんあって、ここのギャップがね、面白かった人はそんなにいなくて過ごしやすかった。私は旅行に行ったら近くの公園を探してふらっと散歩しに行くのが好きだから、知らない公園のベンチに座って本を読んだりゆったりする時間がね、本当に好きなの。成都は3000年前から人が集まり文明が積み重なってきた場所で、ここに住んでいる人たちはゆっくり時間を過ごしているイメージがある。外のベンチに腰を下ろして遠くから街をゆっくり眺めてる感じ。おじいちゃんが歌謡曲を結構な大音量で流しててでも誰も気にしてないの。そのゆるさが私はすごく心地よかったんだと思う。すごく穏やかな時間が流れてるこの光景はちょっと面白いよね。穏やかな公園から一歩外を出たらもうこんなにビルがたくさんあるの。この辺りはビジネス街でビルがたくさんあるみたいで、ニューヨークみたいなそんな雰囲気もあった。穏やかだけどこういう世話しない場所もあって、その二面性が面白いよね。この動画だと結構規模がわかると思う。見てもう自分ちっちゃすぎてびっくりした。ショッピングモールがこんなに暗いことあるってぐらいすっごい暗いんだけど、めっちゃおしゃれねえ、全部おしゃれ。ここの雰囲気は本当に良くて、なんか代官山みたいな雰囲気だった。一つのビルにいろんなカフェがあったりお洋服屋さんがあったりした。今カフェに入ったんだけど、もう雰囲気が最高。ここにいろいろメニューがあるからちょっとどうしようかな。スイート一人で旅行に行くとメンタルが不安定になることがあるの。慣れないことも多いし、都会だとなんか圧迫される感じもある。メンタルがおかしくなった時はもうずっと読書してた。
東京にいる時は仕事に追われててなかなか読書の時間が作れないのね。昔は読書する暇がないって思ってたんだけど、自然にはそんな時間はできないから時間を確保するしかないの。だからカフェに行って本を読むだけの時間っていいなって思う。初めて火鍋のお店に一人で入ったんですけど、もう何も分かりません。どうしよう。ちょっと探してみる。ついに初めて一人で火鍋に行ってみました。生徒に来てからもずっとしたかったことが一人で火鍋に行くことなの。ここのお店は私の大好きなラム肉が結構メインみたいな感じだったからここにしてみた。ショッピングモールの中に3軒ぐらい火鍋のお店があって迷った多分どれも美味しいと思う。火鍋のお店はこういう前菜的なものが自由に取れるから、私はソースとか野菜とかフルーツとか取ってみた。これめっちゃ美味しい。コーラ頼んだ。中国でまだコーラ飲んでない。ベトナムでのコーラめっちゃ飲んでたの。火鍋でコーラは頼まない方がいいです火鍋辛いからコーラで炭酸でもっと辛くなった。ソースはなんか前の人が美味しそうな調合をしてたからパクりました。このお店です。ここのお店有名なのかな。私初めて見た。お肉が来ました。思ったより多いんですけど大丈夫かなって今思って。白菜と牛肉とえのき。いただきます。うまっ。本当に美味しい。やばい、私今日めっちゃ歩いたの。本当にお腹が空いてて朝しか食べてないから今日。やばい、美味しそう。いただきます。あ、これ食べれるわ。これ分けてたけど、もうこのピーナッツの中にネギ入れちゃうわ。どうしよう。ありえないぐらい長かったんだけど気持ち悪い。さすがにちょっとこれをどうにか戻したい。私は火鍋のタレが好きで、タレをなんかいろいろ選べるじゃん。あれが好きなの。生徒はごまとピーナッツのタレが有名らしくて、アメリカのピーナッツバターと同じような感じで、初め甘いかなと思ったんだけど、あれがすっごい美味しくて、自分でね帰国してピーナッツで作ってみたんだけど全然再現できなかったからあれどうやって作るんだろう。めちゃくちゃ美味しかった。今もう本当にお腹いっぱいなんだけど、ハイティーにマンゴーココナッツティーみたいなやつを頼みました。薄すぎて何がいいんだか分かんない。今からタクシーで多分40分ぐらいかかるのね。しかも今日雨降ってるからタクシー使って帰るんだけど、その間で飲むかも。で今学校の屋上にさ初めて来たんだけど、こういうなんかハンモックみたいなやつがあるの。で今雨降ってるんだけどここだけ何もない。最近の天気が悪すぎて本当に傘持ってきてないしどうしよう。 Maybe here. So we're gonna go to the CPI に行きます。本当にずっと雨が降ってて天気が終わってる。 CPI っていうところに初めて行ってきたよ。ここは商業施設で大きい場所にいろんなお店があって、なんかデザインがすごい可愛かった。全体的にアートな雰囲気があってカフェやお店がたくさんあった。Matcha, strawberry, milk. この時期に生徒を歩いていたらなんかコスプレイヤーの方がたくさんいて、この時期にコスプレの祭典がやってたらしいのね。日本では別にあんまり見ないじゃん。コスプレって日本の文化ってよく聞くけど、意外と日本で街中で見ることないからびっくりしたんだよねここがめちゃめちゃ栄えてるとこらしいです。今からご飯食べに行きます。ここのご飯がめっちゃ美味しいらしくて、辛くないらしい。なんかトマトと
麺のスープみたいな。 Is this all we asked? 美味しそう。 It works. Hello. The flour, right? Buy the flour, right? Yeah, yeah. Oh, yeah. I know this. Yeah, because I bought this jasmine tea in Muji in Thailand. 私は串で焼かれてるお肉が大好きで、上海に行った時に毎回食べてるお店があるんだけど、それがセーターになかったの。だけどこういうレストランにちっちゃい串がたまにあるから、これ絶対頼む。これを使ってメイクを落とします。もう疲れた。今日で私が到着してから1週間経ったんだけど、もう全然そんな感じがしなくて、今週はもう結構初めてのことだらけだったし、授業もあっていろいろあったから、結構時間の過ぎ方が意味不明な感じなんだけど、今日から1週間の重みが分かる気がする。あ、やばい、あとちょっとで帰るんだって。だからもうちょっと頑張っていきます。これが何なのか本当に分かんないんだけど、なんか顔が赤くなってる。どうした？こすりすぎた？じゃあね、また明日。生徒 Vlog 実はまだまだあるんです。次は地元のストリートフードを食べたり、やっぱり大好きな散歩をいっぱいしたり、いろいろ素敵なところを巡ってみたから、まだまだ見てね。ご飯食べてゆっくり寝てね。最後まで見てくれてありがとう。花でした。バイバーイ。